ございます。2024年上半期買ってよかった文房具を紹介していこうと思います。今回の動画の構成ですが、まず最初にね、上半期に増えた文房具を全部紹介していきます。で、その後に上半期買ってよかった文房具ベスト3を、紹介していこうかなと思います。正直なところ、今年の最初はね、シーサーブランドの発売があったということで、それで結構バタバタとしておりました。なので、あんまり文房具は変えてないんですよね。ですが、動画でまだ紹介していない文房具たちもいっぱいあるので、そういうのも今回の動画でいろいろと紹介できればなと思います。それではやっていきましょう。まずは増えた文房具を紹介していこうと思います。1本目、ユニクルトガメタルモデル。1本税込み2750円です。こちらは2024年の3月に発売されたクルトガで初のフルメタルボディのモデルとなっております。今年の4月に三菱鉛筆さんからお願いされて、プロモーション動画を作ったんですけれども、その時にこちらいただいてしまいました。色はサイレントブルー、ファントムグレー、ノクターンブラックの3色展開となっています。真径は 0.5mm のみです。メタルモデルの特徴としては、純粋なクルトガの機能の中では最も高級なモデルというところです。クルトガにはクルトガダイブというクルトガで最も高い5500円のモデルがあります。クルトガダイブは他のクルトガにはない自動振出機構というのが搭載されていて、機能がめちゃくちゃ詰まってるんですよね。一方、メタルモデルの方は自動振出機構はついておりません。あくまでも芯が回って尖り続けるという純粋なクルトガとなっています。このモデルのすごいところは先端にニブダンパーというのが搭載されている点です。ニブダンパーと口金の間には潤滑油が入っていて、このおかげで先端のガタつきをしとーっと吸収して上質な書き味を実現しています。これまでのクルトガの書き味ってちょっとねカチャカチャした書き味だったんですけれども、メタルモデルはそれが見事に解消されて、クルトガの中では一番書き味のいいモデルになりました。このニブダンパーの技術は他のモデルでもぜひ採用してほしいなと思います。続いてステッドラーの92515の限定色、1本税込み550円です。ステッドラーのコスパ最強シャーペンから2024年の3月に発売された限定色となっています。僕は全部購入しまして、こちらの 0.3mm と 0.5mm のホワイト、チャコールグレイ、ネイビーの合計6本ですね。あくまでも限定色なので、なくなり次第販売終了になるんじゃないかなと思います。通常色のブラックは全体的にマットな仕上がりなので、かなり落ち着いたクールな印象でした。ただ今回の限定色はシルバーのクリップが使われていたりして、比較的カジュアルな印象を受けますね。92515の特徴としては、とにかく素早く書くことができます。重量はわずか 9.3g となっていて、テストとかスピード勝負の場面で活躍するシャーペンとなっています。続いてこちらはリアルエッジのチタン定規プレミアムエディション、税込み 13,200 円です。1万円超えの定規というめちゃくちゃ高い定規を買ってしまいました。本当に質感が鬼のように高くて、表面の加工なんかはかなり立体感を感じる加工ですごい見応えのある定規です。この定規の最大の特徴は純チタンの削り出しであるというところ。チタンは強く軽く錆びにくい金属で、航空機のエンジンとかにも使われています。ただチタンは切削が非常に難しくて高価な素材として知られています。そんな高い金属を惜しみなく使っているのがこの定規となります。さらにこの定規の面白いところは、最初の1センチのところだけ 0.1mm 刻みのメモリがついているんですよね。肉眼でギリギリ見えるぐらい本当に小さいメモリがついているので、有り余る技術力をなんか見せつけているような感じがして、すごい面白い定規だなと思います。続いてこちらは動画で初めて紹介するものなんですけれども、工房節の銘木定規でございます。シルバーのアルミとスネークウッドの組み合わせ、こちらが8000円ですね。でもう一本が黒いアルミにレースシーオークが使われた組み合わせ、こちらが6000円となっております。僕は今回2本買わせていただきました。この銘木定規、実は動画にするのは今回が初めてなんですけれども、文房具好きにとっては待望のアイテムなんじゃないかなと考えております。僕がこれまで持っていた木が使われた定規は、こちらの緑のアルミ&ウッド定規、それからハコアのプラスランバーのメープルの定規です。どっちもいい木材は使っているんですけれども、なんか木目を楽しむっていうよりかは、この木のね、ナチュラルな風合いを楽しむっていう感じだったんですよね。
もう少しね木目が面白い定規が欲しいなと思っていたところに、今年工房節からねこちらの名木定規が登場したということで、本当に心からこれは欲しいなと思いました。工房節といえば木軸ペンが有名です。ただ木軸ペンを作るときにどうしても木の端っこの部分、いわゆるコッパと呼ばれる部分は捨てられてしまうことが一般的らしいです。でもせっかく綺麗な木目なのに捨てられてしまうのはもったいないですよね。それを有効活用して作られたのがこちらの名木定規となっています。簡単にこの定規に使われている木材について解説をしていこうと思います。まずはスネークウッド。名前の通り蛇の鱗のような模様が非常に特徴的な木材です。あんまりこういう木目って見ないですよね。スネークウッドの特徴としては非常に重たくて割れやすいという点があります。実際に触ってみると木の繊維がぎっしりと詰まっている感じで、表面がスベスベしています。急激な湿度の変化とか衝撃で結構割れてしまうことがあるらしいので、そこは気をつけて使っていこうかなと思います。続いてレースシーオーク見ていきます。いわゆるシーオークですね。シーオークは僕野原工芸のシャーペンで持っていたんですよね。なので今回で2本目のシーオークの文房具となります。シーオークはオーストラリアが原産の希少な木材となります。燃え上がる炎のようにも見えますし、血管のようにも見える非常に生命力の感じる美しい木目が特徴です。この定規は新潟製器という会社と工房節がコラボして作ったものです。新潟製器は階段メモリという定規が有名です。この階段メモリ何がいいのかというと、メモリが見やすいところなんですよね。僕はまだ24歳なので、そんなことないんですけれども、老眼になってくると定規のメモリがすごくね読みにくくなってくるらしいです。細かいメモリを見やすくするためにこのように階段状のメモリになっているということです。僕が作る自社ブランドシーサーのダクトペンケースに入れてみました。入れてみると思った以上にしっくりとくるサイズ感でしたね。定規自体分厚いのでちょっとそこが懸念だったんですけれども、実際に入れてみると全然この厚さは気にならなかったですね。すごい僕のペンケースにも合う定規なので、これは本当に買ってよかったなと思います。続いてもう一つも工房節ですね。こちらは工房節の新作のトレチェーレローズウッドコブ木でございます。お値段は1本税込み38,000円でございます。いや結構高かったですね。こちらのペンの最大の特徴としては、シャーペンにもなるしボールペンにもなるというかなり斬新な木軸ペンとなっています。シャーペンとボールペンを同じ軸で使い回せる、ペンっていうのは実はかなり珍しいです。こちらの外観はどう見てもシャーペンには見えないんですが、この上のところをこうやってクイックイッと回してやるとシャーペンの芯を出すことができます。正直ノック式のシャーペンの方が使いやすいんですけれども、そのめんどくささも楽しんでしまおうというコンセプトで作られたそうですね。シャーペンからボールペンに交換するときはこのように口金を分解して中のメカを取り外します。でボールペンのリフィルを装着してバネをつけてボールペン用の口金をつけてあげるだけでボールペンに変身することができました。こちらに使われている木はローズウッドのコブ木が使われています。ローズウッドコブ木は工房節が取り扱う木の中でも特に希少な木材となっています。38,000円だったので正直買おうかめちゃくちゃ迷ったんですけれども、あまりにも木が良かったので買ってしまいました。これ多分僕が持っている木軸ペンのえぐい木ランキングの中でもトップ3に入るぐらいえぐい木だなと思います。夜な夜な眺めてはニヤニヤしていきたいなと思います。続いて野原工芸。実は今年もちょっと知り合いの方に連れて行っていただいて、野原工芸の本店さんにお邪魔して野原工芸のペン買ってしまいました。こちらは野原工芸の木のボールペンスタンダード欅の白田バーズアイでございます。税込み9,900円です。今回珍しく白田と呼ばれる部分が使われたペンを購入しました。木材には赤身と白田という2つの部位があります。赤身は木の内側にある部位で芯材とも呼ばれます。一般的に木材というとこの赤身が使われていることが多いんですよね。一方白田というのは木の外側の部分でございまして、ちょっと白っぽい色になっていることが多くて、赤身よりも少し柔らかいのが特徴です。木材は外側に行けば行くほど若い部分になるので、白田はねその若い部分なんですよね。
白田は柔らかくて強度があまりないということで、あまり木材として使われにくいんですけれども、今回購入した欅の白田は十分に硬くて強度があるということでペンになっているそうです。白田のペンっていうのはね、それだけでも珍しいんですけれども、さらにバーズアイという木が入っております。この細かい斑点模様がポツポツとついているのが、すごくね、面白いなと思って購入しちゃいました。人によってはちょっと気持ち悪いなっていう風に思われるかもしれないんですけれども、なんかやっぱこういうね、すごい変わった木目っていうのが僕すごく好きで、なんかね、こういうのに惹かれちゃうちょっと変態なんですよね。僕が一番最初に買った野原工芸のシャーペンは欅のシャーペンでございまして、こちら2015年の10月18日から使い始めてるので、8年半以上使っているんですけれども、かなりいい感じに経年変化をしております。欅というのは非常に経年変化が早い木材というのが特徴で、こちらのバーズアイの白田の欅も、そういった経年変化を楽しめるんじゃないかなと思います。どんな感じに経年変化するか気になるので、これから使っていこうかなと思います。続いてこちらは野原工芸木のシャープペンシルスポルテッド欅9900円でございます。こちらも同じ日に購入しました。また欅かよと思っている方もいるかもしれませんが、僕自身本当に欅が好きで、なんか欅のこの触り心地とか匂いとか経年変化の速さとか硬さとか、なんかそういうのがね、いろんな木軸ペン僕使っているんですけれども、なんか欅が一番しっくりくるんですよね。せっかく野原工芸に行くならちょっと変わったね欅を買いたいなということで、今回はねスポルテッドの欅も購入しました。スポルテッドというのはこのように黒い墨が入ったような模様が出る木目のことを言います。この黒いのは人工的に筆で塗ったわけではなくて、完全に自然が作り出した模様となっています。この木が生きていた時に細菌が入り込んでしまって、その細菌から自分の身を守るために抵抗した結果、このように黒い模様が現れます。この欅の色味と真っ黒な線のコントラストが非常に面白いなと思います。僕が8年半前に購入した欅のシャーペンの色なんかは、多分最初これと同じぐらいのちょっと黄色みがかった色味だったのを記憶しています。こんなに明るかったのに、やっぱ使えば使うほどこうやってダークブラウンの木目になっていくっていうのが本当に面白いですよね。こちらも使っていくのが楽しみなシャーペンだなと思います。続いて野原工芸木のボールペンスタンダード半紋純銀色トルコウォールナットコブ木25,900円でございます。結構いいお値段しましたね。こちらはトルコ産のウォールナットが使われた木材です。トルコウォールナットというのはウォールナット系の中では最高級の木材となっておりまして、かなり硬くて照りが出やすいというのが特徴です。照りというのはこの木独特の光沢感っていうんですかね、輝きみたいなものなんですけれども、そういうのがあると深みとか高級感というのが出るんですよね。こちらはダークチョコレートみたいな、そんな色味になってて、かなり重厚感のある色となっています。野原工芸の通常金具は真鍮に黒クロムメッキを施した金具なんですが、こちらは半紋純銀色という半紋金具が使われています。このねダークチョコレートと純銀のコントラストがめちゃくちゃかっこいいなと思いますね。続いて増えた文房具最後の方になってきたんですが、こちらはシーサーのダクトペンケースでございます。こちらは僕が展開する自社ブランドのペンケースとなります。かなり前から進めていたシーサーオリジナルブランドのプロジェクトがようやく今年の3月に発売することができて、シーサーブランドで最初の商品がこちらのダクトペンケースとなります。大切な文房具をしっかりと守れながら、このコンパクトなサイズ感というのが特徴です。それから外装には経年変化を楽しめるイタリアンレザーを使って、内装にはウルトラスウェードという最高級の人工スウェードを採用しています。使っていくごとに経年変化を楽しめるだけじゃなくて、思わずね自分の文房具を眺めたくなってしまう、そんなプレミアムなペンケースとなっています。今のところはダクトペンケースしか展開がないんですけれども、今後はもっともっと商品数増やしていきたいなと思います。そして最後買ったものなんですが、これはちょっと文房具じゃないです。モンブランでございます。モンブランといえば万年筆が有名ですよね。そんな高級筆記具ブランド、最近はちょっとハイブランドみたいになりつつあるんですけれども、こちらはペンケースなのかと思いきや、中身を開けてみるとサングラスでございます。今夏なのですごいね日差しが強いですし、車運転する時なんかはサングラスつけてるんですけれども、ちょっといいサングラスを買いたいなということで、今回モンブランのサングラスを購入しました。先日僕沖縄旅行に行ってきたんですよね。
沖縄本島に旅行に行ったんですけれども、その帰りの那覇空港の免税店で購入しました。価格はだいたい2万5,000円ぐらいでしたね。実は去年も沖縄旅行に行ってまして、その時に最初にこのサングラスを見つけて、でその時買おうかどうかすごく迷ったんだけど、でも買わずに帰っちゃったんですよね。で1年経った今年も沖縄旅行に来て、1年経ってもまだ欲しいと思ってたので、今回ねついに購入しました。このサングラスいいなと思ったところは2つあって、まず1つはとにかく軽いっていうところですね。結構ねハイブランドのサングラスとかって重たいものが多いんですよね。なんですけれども、こちらはとにかく軽くて、つけ心地が本当に良かったんですよね。でいいなと思った2つ目はやっぱりモンブランっていうところですね。モンブランといえばやっぱり高級筆記具ブランドっていうイメージがあって、せっかくサングラスをつけるなら、自分とルーツがある、文房具の要素を取り入れたいなっていうことで、そういうところからもねなんかちょっと特別な感じがしますよね。それからこのサイドのところにはカーボンの模様がさりげなくあしらわれてて、ちょっとこれ本物のカーボンなのかよくわからないんですけれども、いやめちゃくちゃかっこいいなと思って購入しました。ドライブの時とかにねつけようかなと思います。お待たせしました。それでは2024年上半期買ってよかった文房具ベスト3をやっていこうと思います。なお今回はいただいたものとかはランキングに含めておりません。なんか自分で買ってないのにランキングに入れちゃうとあんまりね公平感がないなっていう風に思われそうなので、純粋に自分が買った中でランキング付けさせていただきます。第3位ステッドラー92515限定色ホワイト 0.5mm でございます。3色今年限定色で登場した中で、個人的にホワイトが一番買ってよかったなと思います。買ってよかった理由としては、コスパ最強シャーペンからの限定色ということで、とにかく新鮮な見た目であるっていうところで、なんか特別感があって買ってよかったなと思います。それからこのホワイトのビジュアルがめちゃくちゃ綺麗っていうところですね。真っ白な軸と半透明なグリップというね、この組み合わせが本当に清潔感があってテンションが上がるというところから買ってよかったなと思います。ただ長く使っていくとちょっと黄ばみが出てきそうなので、使うのがちょっと怖いんですけれども、コレクションとして買ってよかったかなっていう感じです。第2位野原工芸木のボールペンスタンダード欅の白田バーズアイでございます。あんまり木材として使われることがない白田という部分から作られたこちらのボールペンが第2位にランクインしました。買ってよかった理由としてはやっぱりこの珍しさですよね。欅って別に全然珍しい木でも何でもないんですけれども、その欅の中でも珍しい部位が使われた、でしかもバーズアイのね木目が入ってるってところで、そういうところに惹かれて第2位にランクインしました。買ってよかった文房具第1位は工房節名木定規スネークウッドでございます。これは今のところね今年で一番買ってよかった文房具だなと思っています。買ってよかった理由としては、こういう木目が楽しめる定規というのがこれまで僕持ってなくて、そういう定規がね本当に欲しかったんですよね。僕の中で憧れのスネークウッドが使われた定規ということで、本当に僕の需要にドンピシャで、これはね本当に買ってよかったなと思います。それから僕が使っているダクトペンケースにすごく似合うというところですね。このウルトラスウェードの内装とスネークウッドの高級感っていうのがもう僕が持ってる定規の中で一番この筆箱に似合うんじゃないかなって思ってるぐらい、とにかく似合ってかっこいいんですよね。もう眺めるだけでニヤニヤしてしまいます。この定規が筆箱の中のインテリアの役割としてもなんか担ってくれる、そんなね魅力的な定規だなと思いました。ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。